こんにちは、猫倉理恵です。このチャンネルでは38歳で一年発起し、1年で82キロから24キロのダイエットに成功した私が無理なく続けられるダイエットと生活改善のヒントをお届けしています。今回の動画はダイエットも運動も勉強もとにかく続けられないことに悩んでいる方にぜひ聞いていただきたいお話です。皆さんはこんな風に思ったことはありませんか？運動が大事なのは分かってる。食事も改善しなきゃいけないのは分かってる。でも結局続かない。始めることはできても気がついたらやめてしまっている。モチベーションが続かない。やる気はあるのに習慣にならない。私自身何度もこの壁にぶつかってきました。38年間挫折ばかりの挫折のプロでしたから。そんな私が最終的にたどり着いた習慣化のシンプルな方法があります。それが週4を3ヶ月という考え方です。週4でいい。3ヶ月続けてみる。この2つを意識したことで運動嫌いの挫折のプロの私でもすっかり運動を習慣化することができました。この週4を3ヶ月というルールは適当を言っているわけでも単なる根性論でもありません。習慣形成の研究をベースにした再現性のある方法です。カナダのビクトリア大学の研究結果で週に4日以上取り組む行動は習慣化されやすいとされています。また別のロンドン大学の研究では習慣が定着するには平均66日、つまり約2ヶ月かかると言われています。この2つを組み合わせると週4の頻度で2ヶ月程度続けるということで行動は自然と生活の一部になるという結論に至ります。ただここで私くらいの挫折のプロになれば2ヶ月じゃなく3ヶ月は必要だなと考えました。週4でいいからとにかく3ヶ月続けてみる。3ヶ月経ったらやめてよし。この2つだけを決めてまずは続けることに集中したんです。実際私はこれを取り入れたことで38歳までずっと運動嫌いで歩数が1日100歩の生活から43歳になった今は毎日ヨガをやったりウォーキングに出たり筋トレをしたりとすっかり運動が習慣化し、それが5年間続いています。とはいえ最初から大きなことを習慣にするのは難しいです。昨日まで歩数100だった人間がいきなり毎日10キロ走るなんてのは絶対に3ヶ月持ちません。そこで私がおすすめしたいのはまず取り組みやすい行動から、つまりスモールステップから始めること。具体的には1日2リットルの水を飲むではなく、まずは朝コップ1杯の水を飲むにするとか、毎日30分の運動をするではなく、まずは毎日1分だけ体を動かしてみる。野菜を 350g 以上摂るではなく、スーパーで野菜を1つ多く買う。食事を管理して食事のカロリー計算をするではなく、まずは食べたものを写真で記録する。このように負荷が小さくて行動が明確なものは習慣の最初の入り口に最適です。スモールステップで始めると続けるのが簡単なので、今日もできたという実感が得られて続けること自体が苦じゃなくなってきます。ちなみに私は最初は毎日1分程度のプランクから運動を始めました。私がこの方法にたどり着くまでにはたくさんの失敗がありました。3日坊主ではなく1日坊主。とにかく初日に張り切りすぎて翌日反動で何もしない。そして数日で結果がすぐに出ないと私には無理だと諦めてしまう。この流れを本当に何度も繰り返してきました。そんな私が38歳でこれを人生最後のダイエットにしたいと思った時に決めたのは、こういう自分でも続けられる方法を選ぶことでした。だからたった1分を週4やればいいと思えたこと、これが自分にとっては大きな救いになったんです。義務感ではなくやれそうと思えること、やる気がない日でもできそうだし、まあまあ続けたくなるくらいの気楽さ、これが長く続く鍵になりました。習慣化できた今では宅トレも野菜を食べたりお水を飲んだり健康的な生活も歯磨きと同じように当たり前になっています。努力というより生活の一部として存在しています。この考え方はダイエットだけではなく SNS 発
発信や日々の仕事などあらゆることに応用できました。私も SNS で発信をしていますが、例えばフォロワーさんが増えない時期や再生回数が伸びない時期もたくさんあります。でもそこでやめてしまったらそこで止まってしまう。だからうまくいかない時こそやめないということを意識しています。ダイエットで言えば停滞期と同じです。体重が変わらない時期にやめてしまうと次の変化にたどり着けません。習慣とは結果が出ていないように見える時期をどれだけ淡々と乗り越えられるかで決まってきます。結局何でも続けた人が一番強いです。そして特に私のようなアラフォー以降のダイエットは単なる体重を減らすことではなく生活を立て直すことです。朝食を抜いていないか、水分は足りているか、睡眠時間が乱れていないか、このようなごく基本的な習慣の見直しこそが体調と体型を整える、そして変える第一歩になります。私もこの視点を持つようになってからようやく本当の意味で体が変わり始めたと感じました。最後にこれもとっても大事。時間がかかると思っておく。ダイエットが続かない理由の一つにすぐ結果を求めすぎるというのがあると思います。こんなに頑張っているのに全然変わらないとなるとやる気がなくなっちゃう。でも最初から時間がかかるものと思っておけば焦らなくなる。私は変化があったらラッキーぐらいの気持ちで続けていました。今までで一番結果を焦らず結果を求めすぎないダイエットで一番結果を出したこと、これが全てです。最後にもう一度まとめます。ダイエットが続かない、習慣がなかなか定着しない、そう感じている方へ今日お伝えしたいのはこれです。まずは週4以上の頻度で3ヶ月だけ続けてみる。そして3ヶ月経っても全く楽しくなくて何にも変化がなくてやりたくないと思えばやめてよし。まずその第一歩は続けやすい行動からで大丈夫です。1分でも運動する、水分を朝起きたらまず1杯、食べたものを記録するのも写真だけ撮る、栄養バランスをちょっとだけ意識する、夜ご飯に千切りキャベツを一皿足す、こんな小さな積み重ねがやらないと落ち着かない状態に変わっていきます。これが習慣が定着した証拠です。今回お話しした私の習慣を仕組みとして整えるという考え方については初書籍やれば痩せるに詳しくまとめています。また実際にどんな食事をしていたのかが気になる人はレシピ本猫倉式レシピ食べるほどに痩せていくをおすすめしています。どちらもかつて挫折のプロだった私がどうやって変わったのかを実体験をもとにまとめた内容です。概要欄にリンクを貼っておきますのでぜひご覧ください。そして最後にこの動画を見てくださっているあなたへ、また続かなかった、今日もできなかった、そんな日があっても大丈夫です。できない日があってもそれは終わりじゃありません。少し止まってもまた始めればいい。それを繰り返していくうちに気づけば進んでいるものです。私も毎日完璧にできていたわけではありません。やる気がなくてダラダラしたり、10回やるエクササイズを3回ぐらいで終わらせたり、完璧ではない日がたくさんありました。でもそれでもやめてしまわなかった。ただそれだけでここまで来ることができました。あなたにも必ずできる日が来ます。今日この動画を最後まで見てくださったこと、それ自体がすでに一歩踏み出している証拠です。どうか焦らず丁寧に自分のペースで進んでいきましょう。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。猫倉理恵でした。